こんにちは、ペンタロウです。スズキ GSX-8T と TT が発売されたので、早速検証の旅に行ってきました。同じ値段でホンダの CB1000F 買えるんでしょの前評判通りになってしまうのか、ペンタロウの手持ちの GSX-8R が安い上に上位互換じゃないかとなってしまうのか、はたまたペンタロウの GSX-8R はドナドナされてしまうのか、こうご期待ください。1、走行感覚。まず GSX-8TT の走行感覚ですが、やはりスズキの8シリーズを語る上では欠かせない走行警戒感。今回 CB1000F に乗って GSX-8TT に乗り、また CB1000F に乗るという動きをしたので、 CB1000F との違いも如実に感じています。ホンダの CB1000F もこのクラスでは信じられないくらい軽快ですが、 CB1000F から乗り換えて GSX-8TT に乗って走り出した瞬間、より軽快だと感じるので、 800cc クラスのツインエンジンはやはり気持ちいいですね。販売店の方がご親切に A モードにしておいてくれたので、より俊敏な動きをしてくれたという事情もありますが、 B と C のモードにしても軽快で俊敏な感覚は変わりません。ファミリーの GSX-8R はやや前傾ですが、 8T は 8R より直立なので、加減速の際の前後方向の力と高速走行時の風圧も受けやすいので、軽快さ、アグレッシブさをより感じたい人におすすめです。タンクやシート周りが細身で、ハンドル幅も無駄に広くなく、コントロールしやすいサイズ感。他のメーカーでは大きく見せる目的で車体を広げたり、水冷エンジンなのにフィンのようなものをつけたり、はたまたエンジンのバルブタイミングをずらしてわざとざらつかせたり、いろいろ雰囲気作りもしていますが、機能に直結しない演出よりもシンプルに走行の楽しさ、パフォーマンスに注力しているところはとてもスズキらしいと感じます。そしてツインならではの加速力。 GSX-8T に限らずミドルツインの蹴り出しの力強さは楽しいですね。 8T は 775cc とミドルツインの中でも排気量がある方で、270度クランクのトラクション感をより感じやすいです。何の面白みもなさそうなストップ&ゴーの多い市街地の道でも、スタートからドドドッと加速するのが爽快。高速道路でも鬼加速で合流したり、パパッと追い越したり、バイクならではの楽しさが詰まっているので、どこを走っても退屈しないのがこのバイクの魅力の一つです。4気筒エンジン、6気筒エンジンの加速感は車でも似たような感じは味わえないこともないですが、2気筒の独特な加速感はバイク以外のものに変えられないので、これを味わわないのはもったいないのではないかと個人的には思います。これに慣れて4気筒車に乗り換えると、乗用駅ではちょっと残念に感じてしまうほど 775cc ツインエンジンの十分すぎる加速力が大きな魅力です。走行の軽快感と合わせて GSX-8TT は取り回しも楽です。 GSX-8R よりなぜかだいぶ軽く感じるのはなぜでしょう。スペックは 2kg しか違わないのに、この体感の差は謎です。ちょっとした傾斜も頑張らず普通に登れたりもするので、この日常の使い勝手の良さは魅力ですね。 8R も素晴らしいバイクですが、意外にちょい重くらいの感覚で、 8T のように大きなカウルがなくバーハンドルだと日常的に扱いがしやすいのが良いですね。これくらいだと気軽にいつでも動かせそうかなという気になります。また言わずと知れた超絶乗りやすさについては、スズキ8シリーズの乗りやすさは最大級で、これは S も R も T も共通です。 A モードは俊敏なので、排気量大きめのツインエンジンに慣れていない人は乗り始め C モードスタートがいいかもしれません。慣れると常時 A でも問題なくいけるはずです。旋回もとてもしやすくなっていて、車体を自然に傾けやすく、バンク角のコントロールがしやすいので、公道走行では 8R よりもひらひら走れて面白いと思います。セパレートハンドルより切れ角もあるので U ターンなどもやりやすいです。例によってスズキのバイクはブレーキも扱いやすく、非常にコントローラブルな前後ブレーキで、車体コントロールも微速コントロールもしやすく、日常の公道走行ならリアブレーキだけでしっかり減速もできて、停止時のバランスも取りやすくなっています。直進安定性も十分に高いので、下道から高速道路まで疲労も少なく、舗装路ならどんな道でも走りやすいので、知らない場所に行くにも何の不安もありません。 GSX-8R 所有者のペンタロウは前々からいつも言っていますが、スズキの8シリーズはどれも乗りやすさ高次元なのは間違いありません。2、操作系などとても素晴らしく自然な電子制御スロットル。こちらは速度域などで微妙な制御をしているのか、スロットルの重さも常に最適で、どこを走っていても軽すぎや重すぎと感じることはありません。よくクルコンないのが残念という感想も聞きますが、電子制御スロットルの UI 部分の性能が高いと右手の負荷が少ないです。例えばホンダ CB1300 は設計の古さによるのか、高速道路連続走行でもスロットルが戻る力が強く、とても疲れるので、こういうバイクは速度固定クルコンを使っています。
ナログものも物理スロットルアシストが欲しくなりますね。これらは確かに速度固定型でもクルコンがあるとスロットルアシスト代わりになって良いですが、 GSX-8 シリーズのスロットルは高速道路走行では手が疲れないちょうどいい重さで、個人的には速度固定程度のクルーズコントロールはあっても使わなそうです。どうせアダプティブクルーズコントロールじゃないなら、この高次元電子制御スロットルが扱いやすくて好きですね。ペンタローは速度固定クルコンはいちいち頭を使ってポチポチ作業しないといけず、面倒に感じてちょっと苦手なので、そういう前提で聞いてください。クルコンがないから8シリーズを敬遠する人は、まずこの高次元の電子制御を体験してみると良いと思います。ギアの対応速度がマニュアルに書いてありますが、日常の走行ではかなり扱いやすいギア比で、雑にギア選択していてもどうにでも走ってくれます。標準装備のクイックシフターの制約はアップ2000回転以上、ダウン1700回転以上となっていて、このバイクの常用回転数からするとほぼ何も考えずにいつでもクイックシフターでチェンジできると思って良いです。対応回転数が高めのバイクは考えながらクラッチ切るか判断しないといけないので、使う回転域と設定の相性が良いのは地味にストレス軽減に効きます。サスペンションは 8S と同じもので、セッティングも同じです。8R はサスペンションが格上で、アステモ製のフロントには SFFBP を装備していて、高い路面追従性を発揮し、直進安定性と機敏性、乗り心地に貢献するのメーカー説明の通り、路面に吸い付く感覚はこの価格帯のバイクにして非常に素晴らしいサスペンションだと思います。8T がこれではないのがとても残念ではあるものの、路面からのフィードバックがダイレクトで、ネイキッドならではのアグレッシブ感があることは、これはこれで良いと思います。大きめのギャップがあるとセミスタンディングくらいに構える感じで、 8R よりステップに立つことが多い印象です。 8R の上質な動きをするサスペンションと S と T のアグレッシブなサスペンションは好みが分かれるかもしれません。現代のバイクなのでシート下は何も入らないと思って良いです。リアシート下に ETC スペース、フロントシート下にバッテリーがあります。バッテリーは非常にアクセスしやすいので充電や交換作業が楽そうです。ただしリチウムイオンバッテリーなので、充電はリチウムイオン対応の充電器が必要になるため、うっかり普通の充電器で充電しないように気をつけてください。3、価格と維持費。このバイクの最大のネックと囁かれる価格ですが、8T が税込み129万8000円、8TT が税込み138万6000円です。ファミリーの 8S は112万2000円、8R は119万9000円なので、およそ20万円くらい高い設定になっています。よく話題になるホンダ CB1000F は139万7000円なので、 TT はほぼ同じ値段です。ここまで聞くと皆さんのため息が不協和音になって聞こえてきそうですが、 CB1000F はヘッドライトカウルがオプションで税込み9万6800円で、これを足して TT と比較するのが妥当です。アバウトに行くとヤマハ XSR700 が100万円、 8S が110万円、川崎 Z650RS が110万円、 8R が120万円、 8T が130万円、ヤマハ XSR900 が135万円くらい、 8TT が140万円、ホンダ CB1000F スタンダードが140万円、 CB1000F ヘッドライトカウル付きが150万円、川崎 Z900RS スタンダードとカフェが155万円くらいと、 8T と TT は XSR900 と比べると数万円安く、 CB1000F と比べると10万円くらい安い設定です。 Z900RS と 8T の差が25万円、 Z900RS カフェと 8TT の差が15万円という価格差になっています。こうしてみると XSR700 と Z650RS はアナログ旧世代なので、 8S と 8R の価格がなかなかにバーゲンプライスだったと改めてあぶり出されてきました。ホンダの 1000F がチート価格すぎて割り送った感もありますが、鈴木さんはいつも割安価格で攻めてくれることが多いので、ついついバーゲンプライスに期待してしまいますよね。冷静に見ると高いわけではなく妥当なレベルと言えそうです。燃費はリッター 23.4kg、 燃料は廃屋です。オイルは3リットル、フィルター交換時 3.5 リットルとおよそ普通の量で可もなく不可もなく、参考までにヤマハの700シリーズは 2.3、2.6 リットルと優しいです。ホンダの CB1000F も 2.6、2.8 リットルと 1000cc クラスの割にだいぶ優しいです。 8T のバッテリーはリチウムイオンで HY93SS、 従来品のアップデート版です。従来品 HY93C が市販3万円くらいなので、およそそれくらいでしょうか。 8S、8R 標準の鉛バッテリー FTX9BS は
市販1万円くらいなので2万円ほど高そうです。果たしていいのか悪いのか、個人的には普通に充電しづらいリチウムイオンの方が放電するとアウトすぎて辛いので、鉛の方がありがたいですね。参考までに鉛バッテリーを業者に売ると 1kg あたり100円から200円の間くらいで推移しています。リチウムイオンバッテリーは 1kg あたり30円くらい、重量も軽いのでほぼお金にならない。経済的側面のみで考えると圧倒的鉛万歳な現代です。タイヤはフロント120、リア180ともに17インチ。純正装着同等品が前後セットで Amazon などで3万円くらいで売っているようです。ショップ以来でも安い銘柄を探せば工賃込み3万円台いけそうなのは CB1000F 同様です。全体的に維持費は普通クラスでありつつバッテリーのコストが重いというところでしょう。4. ロングツーリング適正。前傾率は175センチで 23.9%、160センチで 31.9%。程よい軽い前傾です。ハンドル幅は違いますが Z650RS、XSR700 とおよそ同じ乗車姿勢になります。CB1000F はもうちょっと直立気味、 Z900RS はもっと直立です。実際に CB1000F から直後に 8T に乗り換えると結構前傾に感じますね。ステップ1はおよそ一般的な位置で CB1000F、XSR700 は少し前でさらにラバーステップなのでツーリングの楽さはこれらの方が上です。8T はこのスタイルならラバーステップにしてくれるとより良かった気がします。シート高は 810mm、 シートとステップの垂直距離を画像から推定すると 513mm くらいです。 CB1000F ノーマルシートは 493mm くらいなのでそれより膝が楽になっています。ペンタローは175センチまた下82センチですが普通に乗っていると窮屈感はなく、高速道路を長時間連続走行していると多少窮屈感を感じてくるぐらいですが、まあいけます。8T は 8S に比べてシートが優しくなっているそうでケツ板もよりしにくくなっているかもしれません。シートのクッション性を変えたことにより乗り味にマイルド感を出していると思います。サスペンションはセッティング含め 8S と全く同一なのに優しい乗り味になったということだそうです。8シリーズはクラッチレバーがちょっと重めで他のミドルバイクたちの方が大抵軽いです。ただクイックシフターがデフォルトなのでまあ良しだとは思います。積載力は初期状態でほぼゼロでキャリアなど増設したいところなので 8S、8R 用のものが使えるかどうかじっくり見てみました。ペンタローは 8R に SW モテックのリアキャリアとサイドキャリアをつけていますがこれを移設できるかじっくり見たところギリギリ干渉しそうな感じで車体側をちょっと削らないと無理かギリギリ接触でいけるか実際やってみないとわからなそうな具合です。移設できれば 8TT に乗り換えも真面目に考えられるだけに個人的に惜しいポイントです。燃費リッター 23.4kg、 タンク容量16リットル、航続距離は 374.4km です。 8S、8R から2リットル増えたので航続距離がだいぶ伸びました。参考までにホンダ CB1000F は同じ16リットルでスペック上は 17.9km、 ペンタロー実測はリッター 15km なのでペンタロー航続距離は 240km、 250cc オフ車レベル以下という本日時点の実績では見るも無残な航続距離になっています。 GSX-8R はリッター25くらい走っていてスペック燃費よりそんなに悪くならないイメージなので 8T は遠出なら400キロくらい余裕で行きそうな気がしますね。おおむね気筒数が多いほど走り方などで燃費が落ちるようでペンタローの走り方だと4気筒は市街地走行が多いとすごく落ちる傾向があります。 CB1300 は高速を走ると20か25近く行ったりするものの市街地だと12とかになってこちらも結構悲惨です。 GSX-8 シリーズはどこを走ってもだいたい20いくつとブレが少ないのが良いですね。高速道路に欠かせないスクリーンの整流効果ですが 8TT にはなかなか性能の高いヘッドライトカウルがついています。実質アンダーカウルとセットで本体8万円、 CB1000F のヘッドライトカウルは10万円ほどするのでこちらの方がややリーズナブルです。高速道路に乗るなら 8T より 8TT を全力推奨しますね。ヘルメットや肩に風圧はあるものの100キロ連続走行もいけます。スクリーンが大きいと逆にヘルメットに風が集中しすぎて風切り音が増えて走っていられないほどになるケースもありますが 8TT のスクリーンは小型なので一般的な身長なら頭に風が集中しないため風切り音が増えません。 CB1000F のヘッドライトカウルの風防効果とはちょっと風の当たる部分が違うものの体感ではおよそ同じくらいのレベルです。120キロは走れるものの連続走行は疲れるので
補佐以外は長時間は無理と思った方が良さそうです。ペンタローの 8R はオプションのツーリングスクリーンをつけているので、それに比べると 8TT はさすがに整流効果で劣ります。高速を早く駆け抜けたい人はファミリーの中では 8R にツーリングスクリーンがおすすめです。走行安定感は十分で、高速道路連続走行に不安はありません。加速力はとてつもなく余裕のある水準で、6速で80キロ、100キロからでも一瞬で追い越しできます。ここは2気筒車の特徴で、これより速いのはアフリカツインファミリーくらいでしょうか。ちなみに 1800cc 水平対向6気筒エンジンホンダゴールドウィングも速いですが、瞬発力は明らかに 8T の方が高いです。5、メーターと視界。メーターが普通のスズキのカラー液晶で 8R、8S と同じです。デザインのレベルが高く、情報が読み取りやすくスタイリッシュで良いですね。今時ナビ表示などできないのが惜しいポイントです。ミラーはバーエンドミラーで好みは分かれそうですが、個人的には見やすくて好きです。横も真後ろもよく見えます。丸なので横幅が広くなく、 CB1000F 標準ミラーなどと見やすさは同等くらいでしょうか。旧型 Z900RS の方がハンドル幅の広さのおかげで視野は広いと思います。 GSX-8T のミラーはブレが少ない設計になっているので、メーカーのこだわりらしいです。確かに高速で鬼加速してもブレないので、常に後方視界は良好です。6、スペック。車重は203キロ。重量バランスも良いので十分な軽量感があります。エンジンは低回転から十分に速く、例えば CB1000F よりピーク発生回転数が低いので、常用回転域では明らかに速いです。車体サイズは長さ2115、幅775、高さ1160、シート高810、CB1000F より幅が少し狭いです。シート下も細いので直後に乗り換えると横がコンパクトに感じます。最小回転半径 2.9 メートル、GSX-8R は 3.2 メートル、CB1000F は 2.8 メートル、Z900RS は 2.9 メートル、Z650RS は 2.6 メートル、XSR700 は 2.7 メートル。回転半径はこのクラスではおよそ普通で、ハンドル幅も広くないので取り回しは余裕がある方です。7、まとめ。 GSX-8TT にマッチする人はこんな感じです。見た目に惚れた、重厚感より軽快感、加速感を味わうのが心にしみる、程よく性能の高いスクリーンが好き、装飾フィンとか無理な本物志向、ツインこそ正義だ、座右の銘はいぶし銀。 8T は 8R よりも路面や風のダイレクト感があって、これはこれでなかなかに楽しく、取り回しの気軽感がだいぶ大きいので、ホンダ CB1000F と同じように毎日気軽に乗れる相棒感のあるバイクです。ペンタローは 8TT を走らせながら 8R と入れ替えたらいくら必要か、ずっとお金の感情をしながら走っていました。リアキャリアが干渉するか怪しいので一旦それを検証しつつですが、リア形状が一緒なら即注文していた勢いでしたね。改めて今度うちの 8R を持ち込んで詳細検証しようかと思っています。ではまた他のバイクの詳細比較などもやっていきたいと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。